はい、2025年もぼちぼちまだねお正月ボケが抜けないですが、読書を始めていきたいという中で、もうね寒くて外にも出られないのでちょっと電子にしました。さっきね買っていろいろ入れたんですよ。この作品を先ほど新しくお迎えしました。もうね寒いからね、ちょっと新年電子から始めるのもいいかなと思ったりしております。買っちゃったよね。はい、皆さんこんにちは。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。ちょっと冷蔵庫切ろう。いつも冷蔵庫切るの忘れる。はい、1月とにかく本を読んだので、それをねちょっと一回全部持ってきました。これ家で取ればよかった重かったんですけど、ここには今25冊数えたらあって、あとは電子書籍で読んだものとか、面白かったから早速ななみちゃんに貸しちゃった本とかあって、合わせて本当に30冊近く読んだなと思います。で、私たちは選書専門の書店を運営しているので、全部読了する30冊ではなくて、冒頭をダダダと100ページまで読んで、で気に入った本を最後まで大切に読んでいくっていう読書スタイルを私はとっています。っていう中だと今回30冊読んだ中で読了は多分10冊ぐらい、それでも結構いい本出会えたんで、年始何読もうかなと考えている方の参考になるように、なるべく多く今日は紹介できる動画にしようかなと思いました。で、手に取った基準はですね、選書で、今後チャプターズで入れていきたいテーマに合いそうなものを片っ端からっていうものと、あと私が前から、読みたかった本っていうのと、どちらの観点からも選んで、買っています。はい、よく読んだな本当に積んでみて思いますけど、はい、それではちょっと紹介してみたいと思います。まず1冊目、エッセイですね。素晴らしきバス、平田敏子さん。はい、もうどんどん行こうかな。一回村山由佳さん、遥かなる水の音。吉本ばななさん、海の蓋。恋愛の発酵と腐敗について。北島隆さん、潮風キッチン。三浦紫音さん、エレジーは流れない。市穂美智さん、砂嵐に星屑。いいタイトル。秋川哲也さん、メキシコ人はなぜハゲないし死なないのか。これは唯一の古本です。今絶版なのかな、本屋さんになくて。で、初めましての堂場さんでした。堂場俊一さん、工作。浅野敦子さん、うふふな日々。吉田敦彦さん、一冊で丸ごとわかるギリシャ神話。小出まりるいさん、瞳の中の幸福。加藤千恵さん、いびつな夜に。これで半分ですからね。続いて、これ私大好きですね。再読でした。もう一回買いました。内田洋子さん、皿の中にイタリア。これ沢木さんの最近の文庫ですね。沢木幸太郎さん、キャラバンは進む。久保寺武彦さんかな、ハロワ。小川糸さん、サーカスの夜に。宮城すがるさん、君の話。藤岡陽子さん、海と G。 上野歩さん、転職にします。宮本照呼び捨てにしちゃった宮本照さん、星々の悲しみ。宮本照さん好きすぎて呼び捨てちゃった。小野一行さん、空賊上の事情。三島由紀夫さん、肉体の学校。これ純文ですね、唯一。大竹秀弘さん、そして僕は旅に出た。白倉瑛太さん、いっぺん踊って死んでみな。これタイトルに惹かれたの。そして最後ですね、有馬薫さん、太陽のあくび。はい、あと5冊ぐらいあったんですけど、それはちょっと今回ねよしとしましょう。手元にある文庫でいきましょうという形で25冊わーっと紹介した中で、今回全体的に何を探したって海の本を探したんですよ。
夏にみんなにね海を感じてもらう選書をしたいなと思っていろいろ読んだ中のこれは一部ですね。この辺が海の本で読んだ本です。なんか表紙もやっぱ水色っぽいのがね今回は多かったような気がします。これも、全部良かったんですけど、じゃあここからいこうかな。この中でいくと私がこう愛おしく最後まで読んだのはこれでしたね。吉本ばななさんの海の蓋。これもともとある歌をモデルにしたお話みたいで、最初に歌の歌詞が載ってるんですよ。原真澄さんっていう方の。でこの歌がすごい可愛くて、海の蓋を閉めずに誰かが帰っちゃったから海が溢れてそのままだよっていう、こう夏の情景、夏が終わったような気持ちで読み始めるひと夏の物語で、かき氷屋さんの話だったんですよ。伊豆が舞台のお話かな。現実味はあるんだけどちょっとこうおとぎ話のようなゆったり優しく流れる時間の物語で、これすっごい良かったです。あとはこれもちょっと分厚くて今回チャプターズでは入れないかなという判断ではあるんですが、このそして僕は旅に出たもう写真集に出会って、その写真家に弟子入りしたいと思って投影する。で全然アポもないのに会えるのかっていう、こう冒険をずっと綴ったお話で、深夜特急とか好きな方はの海版みたいな感じ。あとはその本当に会えるのかどうか、でもその熱量を人に伝えるとどんな化学反応が起きるかっていう意味だと、男性の冒険物語でノンフィクション好きな方とかすごいいいんじゃないかなって思いました。海の選書はこの初夏かな、入れたいなと思って、どれが入るでしょうか。そしてここにない本でもね入るものがあるので、チャプターズの選手ってねこんな感じで進んでいきます。はい、これがお仕事のために読んだ本でしたね。あとは面白かったのはこれ、最近発売されてノンフィクションで、女性の生き方とかすごい興味あるので、働き方とか手に取ったら面白かったのが風俗嬢の事情。これはこう性描写っていうよりも女の子がなぜその風俗嬢として働いているかっていうのを数珠つなぎで女の子が女の子を紹介して、そのまた女の子を紹介してっていう風な形でインタビュー形式で続いていくんですけど、この方小野一行さんを聞き手としてすごい信頼してるからこそ言葉が出てくるんだろうなっていう、結構壮絶な物語で、小説よりもこう劇的な人生を送ってる、ね、10代20代の女性がたくさんいて、全然否定的にね風俗というお仕事を書いていない点だけど、もちろん楽しんでやれてること、割り切ってやってること、あと生活のためにやってる、もういろんな子がいる中でこう女性の生き方についてちょっと考えるきっかけになった話で、ノンフィクションとかね社会課題のお話とか好きな方はこれすごい面白く読みました。これ私に珍しく純文学手に取ったんですよ今回。肉体の学校、三島由紀夫さん。これはチャプターズのこのチャイと選書に来てくださったお客様が、こんなに時代を感じずおしゃれな小説ないので森本さんぜひ読んでみてくださいって紹介してくれて手に取った本です。でまだ途中なんですけど、確かにちょっと読みづらさはありつつもすごいおしゃれで、これはね大事に読みたいなと思って読み始めたところです。はい。でどうしよう、でも紹介するならあれだよね、読了したやつがいいよね。これいいじゃん。宮城すがるさん、君の話。これはめちゃくちゃ面白かったです。宮城さんってどうしてこんなにこう読ませる最初から文章を書けるんだろうって読むたびに感動します。私3日間の幸福をもうだいぶ初期にチャプターズの選書で入れてから宮城さんファンなんですけど、これも面白かったですね。これは思い出を作れるっていう SF の設定で、頭の中に空想上の幼なじみがいる、現実を全然直視できない、楽しめない男の子が主人公の話で、こうなんかすごい良かったんだよな。思い出を作れるっていうその舞台設定が面白いし、こんなに SF なのに日常の中で延長線で私たちを物語に誘ってくれる方、ほんと珍しいなっていうか、冒頭から面白いっていうのがね、宮城さん私すごい好きな理由ですね。なんか今長編読みたい方おすすめです。あとはこれも良かった、小川糸さん、サーカスの夜に。これも読了しました。これはねちょっと改めて紹介したいな。私は読書は夜眠る時にベッドサイドにわーっと積んで読んでいくのが好きなんですけど、本当に夜にぴったりのねタイトル通り話で、
一人のね男の子がサーカス団に入団してこう七転八倒しながら成長していく物語なんですけど、とても優しい気持ちで読み進められて、サーカスっていう現実にあるけどちょっと現実味のない旅人たちのような集団の物語に思いを馳せて寝ると結構ぐっすりいけたんで、なんか入眠本みたいな時にこれもう一回レビューしてもいいな、紹介したいなってぐらいおすすめでした。眠れない方ぜひ。あとね、このハロワも良かったんですよ、久保寺さんで。これが面白かったから他の方はハローワークどう描くんだろうと思って買ったのがこれでした。天職にします。こっちまだ読了してないんですけど、こっちすごい面白くて電子書籍で読み始めながら、面白かったから文庫に切り替えた作品です、あ、これもねちょっと変わり種でも読了しちゃいました。一遍踊って死んでみな。これ実は拙者はっていう時代小説、江戸時代の話かな、もう買って読んで結構面白くって、この方の時代小説なら普段時代小説にあんまり馴染みのない方も読める文体だなと思って読み始めて最後までいっちゃったっていう。これは一辺さんの踊り念仏をモデルにして書いた話ですね。なんかうまく言えないけど、でも語り口調が現代なんですよ。現代の男の子がタイムスリップして鎌倉時代だっけに行っちゃって、そこで流行っている踊り念仏がどれだけこう日本人のエンターテインメントであったかっていう話を書いてるんですけど、多分もう全然大いにフィクションなんですけど、このね目の付けどころと、あとはその時代小説だけど現代の言葉で楽しめる感じがとても馴染みやすい本で、ちょっと変わり種としても面白かったです。あとね、こう今村翔吾さんがなんかこう帯書いてるとすごい説得力あっていいんだなって思いました。時代小説とは大衆小説の王道であり、もともとは自由なものだった。その頃の活発さが今に蘇ったようである。確かにこれ時代小説ちょっと変わり種でしたね。で、あとこれねまだ読んでないんだけど、これもすっごいいいです。遥かなる水の音、村山由佳さん。これはなんかゆっくり読んじゃう、ちんたら読んでます私。寝る前ちょっと読んで、サボってちょっと読んでみたいな感じでゆっくり読了を目指そうかなと思っている本です。このストーリーはフランスに住んでいる、だから私共感したのかな、女性が弟が死んでしまって、その弟ゲイなんですよ。彼とあと弟の昔からの幼なじみ2人が日本からやってきてモロッコに旅をするっていう話です。でその弟がね死ぬ前に、僕が死んだら僕の遺骨はモロッコに撒いてほしいっていうのを言づかっていて、それを叶えに行くっていうロードトリップなんですけど、それ全員の視点で行くんですよ。その弟の彼、ゲイの彼ですねとお姉ちゃんとその幼なじみの女の子と男の子、その4人が代わる代わる出てくるので切れやすくてちびちび読んでます。なんか本当にモロッコを旅してるようなすごい描写が細やかで、こっから多分砂漠とか行くんですけど、私もこれは疑似旅行を詳しくちゃんと飛行機に乗って電車に乗って移動して、ホテルはこんな感じでお買い物はここでして観光地しっかり見てみたいな、そういうちゃんと一個一個追っていきたい小説で、方にとってはすっごい最高の読書体験だと思います、あとモロッコに行く方とか、これモロッコ持ってったら超読書はかどると思いましたね。私もいつかやりたいな。あとはね、これよかった、エッセイなんですけどね、この素晴らしきバス、これはもうチャプターズ全然関係なく私買いました。なぜなら私なるべく移動をバスでしたいんですよ。バスってちょっと目線が上がって、でこう風景が変わっていって、一番私ね考え事もはかどるし、音楽聴きながらバスに揺られている時がね本当にね幸せなんですよ。でそのバスが大好きな人が書いてる本だから、私もう共感マックスで、特にねこれの後書きが良くて、左と右の座席、そして帰り道の左と右の座席、全部の窓から見える景色が違って、それはまるで4本の映画のようだねっていうこう解説なんですよ。もうほんと素敵で、もっとバス好きになっていますか？なんか電車で行ったら近いのにバスで倍かけてもバス乗りたい人、もし共感する方いたらこれぜひ読んでください。すごい優しいお話でめちゃくちゃ良かったです。私はちなみに運転手さんの直後ろのすぐ後ろの一人席が好きです今から読むので楽しみにしてるのでいくと、これ
加藤千恵さんのいびつな夜に、もう加藤千恵さん大好きなんで、面白いって分かってるから大事に撮ってます。で加藤千恵さんのねこのねショートストーリーが続いて、短歌があるっていうこのスタイルがね大好きです。私チャプターズでは真夜中の果実、真夜中のフルーツかなっていう本を選書で扱ってるんですけど、これ超ガーリーな表紙なのに男性にめちゃくちゃ売れてて、やっぱ恋愛になるとあんまり男の関係ないなってみんなうるっとしちゃうよなって思いましたね。こんなもんか。沢木耕太郎さんのキャラバンも住むも良かったしね。内田洋子さんもさすがだったし、やっぱエッセイは一回好きな人見つけるとその人で辿っていくと間違いないですね。しかもその人のあの後こんなことしたんだみたいな人生を覗かせていただくような大変贅沢な体験があるので、エッセイは好きな人見つけて追っかけると楽しいと思います。あとは何かな、最後1冊ぐらいなんか紹介しようかな。これもすっごい良かった。恋愛の発酵と腐敗について。これは一気読みでした。恋愛小説私基本的にあんまり得意じゃないというか、物語のサブの要素で出てくる恋愛は好きなんですけど、がっつり最初から最後まで恋愛だと入り込めないことがある中で、これはね割と恋愛真ん中なのに喜劇的な要素が強かったので読めました。で最後はシスターフッドみたいなところにこう落ちていく感じもすごく良くて、今カジュアルな恋愛小説を読みたい方、隙間時間とかでブログとか漫画気分で読みたい小説探してる方おすすめです。これってブログデイリーランキングってことはブログで掲載されてたのかな最初だから読みやすいのかも。これすごい面白かったです。ダメ男を好きになっちゃう女の子とかは大共感だと思う。なんでこんな人好きになっちゃうんだろうなっていう恋愛を繰り広げてる人におすすめです。っていう感じでまだまだいっぱいあるんですけど、そんな感じの読書を1月はしました。チャプターズのこれから選書に入る本もあれば、動画でね詳しくレビューしたりこれから出てくる本もあると思いますので、ちょっと今日はまずこんな本を読みましたよっていうご報告まででした。それではまた次の動画で会いましょう。失礼します。